苔を張ります。全面的じゃなくて島のような感じで起伏があったものは目立つ。これを切って苔のちょっと端大野さんが張ってくれるっていう。和洋折衷という感じの石を張っていきます。石はこれはサンゴ石。柱に使ってる石と同じ素材を使おうかなと思って。大体下草って樹木系は植えて先にちょっと苔の手配が先に来ちゃうんで、苔の準備だけします。そうですね、全部じゃないんですけど、一応メインとなるこの辺とこの辺とそこと箇所としたら6箇所ぐらい全面的じゃなくて島のような感じで。だから今山面引いてありますから山面角度があり、その上に、赤玉の小粒を引いてで苔を張ります。はい。つけた方の苔の雰囲気が起伏があったものは目立つ。表現的に枯れた倒木、それちょっと取っといたんで、これを切って苔のちょっと端、ちょっと渡りみたいなイメージで横断する感じだね。
ね、この傷口を持っちゃう。わかります。ちょっとね。ここもちょっと苔を中にちょっと入れてもらおうかな。あっちも自分が入れられるように。はい。そうですね。また、大野さんが来て、貼ってくれるっていうことで。で、早速、苔を植えたいと思います。まあ、専門のスプレーシャーリシスト、大野さんをご紹介します。もう、苔の大家です。こんにちは。山野草と苔の方を研究している大野義弘と申します。よろしくお願いいたします。なるべくですね、隙間を空けないように植えるのがコツですね。苔って根っこ持たない植物なんですね。まあ、裏側今土とですね、ちょっと茶色い部分があるんですけど、これ茶色い部分は仮の根と書いて花根って読むんですけど、これで土とか石にくっつく部分なんですね。でこの部分を、まあ、この今赤玉土が入ってるんですけど、そこに、なるべくくっつくようにちゃんとですね押さえてあげるのがコツですね。で、ちょっと最初強めでですね、2回で当ててきます。そうですね、ちょっと表面の汚れも落とす感覚でですね、ちょっと強めで上げてきます。今、水はあのぐらいたっぷり最後。最初植えた時だけですね。はい。今水引っ張げたのは赤玉土に、花根をですねくっつけるために、くっつける、はい。隙間がなくするために水まいて。いや、時期的に冬あれでもこっちまあ。冬乾燥するので、できれば水とかも、朝と夜1回、バーってあげる程度が欲しいんですね。まあ、苔自体ですね、乾燥しても死ぬことないんです、はい、見た目が悪くなるだけなので。でまた水やれば緑に戻ります。たまにもし苔の隙間に雑草が生えたら、それは、小さいうちに抜いてあげた方が、苔に対して邪魔になったりしないので、月に1回ぐらいなんか雑草があったら取ってあげた方がいいと思います。いや、いいね、すごいよね。
ですね、先に苔をですね、大野さんに貼ってもらいました。まあ一種類なんですけどね、ちょっと先に苔をそれでそのニュアンスでちょっと足んない部分の植栽をやっていこうと思ってます。ここの苔の部分を引き立たせるための周りに植栽空間をできるだけ開けて、まあ地肌っつうのはほとんど赤玉で苔がインパクトにこう引き立つような。そうですね。ちょっとつぶつぶ感と、それから水を打った時にはっきり水が今でもそうなんですけど、色が変わる、そういうちょっと変化っていうのもあっていいかなということと、それとこれから最終的に足んない部分の龍の髭とかちょっと地比類関係を植えて、もう最終仕上げですね。